こんにちは。おっすおっす。スパロボ F 完結編縛りプレイ。今回の動画は、今後のルート説明と、現在の機体、パイロットの状況確認会です。本編はまた今度になってしまいますが、ご了承お願いします。それでは早速本題に入っていきましょう。ということで今後のルート分岐についてです。まずはスパロボ F をやったことがない方、またはあんまり覚えてない方もいるので、軽く説明を。まず、次回60は、空と大地の獣開始時に、宇宙ルートと地上ルートに分岐します。そして67は、悲しみのカトルクリア時に、DC ルートとポセイダルルートに分岐します。スパロボ F 完結編のルート分岐はこの2つだけとなり、それぞれどちらかを選んで遊ぶことになります。全部見たけや2周しろってやつですね。かなりざっくり説明すると、地上ルートが G ガンダム、エヴァのお話をやるルート。宇宙ルートがイデオン、ガンバスターなどが出てくるルートって感じです。もちろんイデオン、ガンバスターは地上ルートでも仲間になります。そして DC ルート、ポセイダルルートですが、細かい違いは後で説明するとして、一番の違いはやはりラスボスが変わるってことですかね。その他仲間になるキャラなども全然違います。それではまず、地上ルート、宇宙ルートから細かく見ていくぞ。まず地上ルートですが、使用できるキャラは、G ガンダム、エヴァンゲリオン、マジンガー系、ゲッター、ゴー将軍、ダンバイン系、タイターン3、そして選んだ場合は主人公が使用できます。簡単に言うと、スーパー系と G ガンとエヴァですね。コンバトラーみたいに一部のスーパー系は宇宙です。そしてこちらのルート限定で仲間になるキャラが、G ガンダムから、マスターアジアとアレン・ビービアズリーです。どちらも強力なパイロットですね。しかしながら今回の縛りプレイでは、マスターアジアの入手条件の一つである、ドモンのレベル49以上がどうやっても満たせないので、仲間にはできません。そしてエヴァ初号機 S2 機関も入手できますが、そもそもエヴァは縛りで使えません。というかそもそもこのルートに行くと、使用できるキャラがエレ様、シーラ様、レイン、シュバルツしかいなくなるので、仲間になるキャラが同行以前に、次回の60話すらクリアできない可能性の方が高くなります。簡単に言うと、ハイパーガラバをこのメンツで倒せるのかと、デビルガンダムプラスマスターガンダムをこの4人で倒せるかって話です。まあ控えめに言って無理でしょうね。ということで今回のプレイでは、地上ルートは選択せずに、宇宙ルートを選択させていただきます。地上ルートに関しては、やれたらおまけとかでやるかもレベルで、その場合はせめてさやかさんかじゅんさんだけでも使わないと無理かもだけど、修理装置はないと無理。以上が地上ルート。次に宇宙ルートですが、地上に残らなかった人たちが使用できます。主にガンダム系やらエルガイム系やら魔装騎士やらですね。よっぽど偏った縛りプレイでもしてなければ、何かしらの戦力はいると思ってもらっていいでしょう。スーパー系もいますしね。仲間になるキャラですが、厳密には宇宙ルート限定ではありませんが、ロザミアとフォー。二人とも仲間にできるのは宇宙ルートってだけで、地上ルートの場合、前にフォーを助けてるかどうか次第でどちらかが仲間になります。そして機体として、フルアーマー100式機とシャア専用ザク2。最強モビルスーツの一機であるフルアーマー100式機はこちらのルート限定です。シャアザクは、まあ移動力と運動性だけは本当に3倍です。あと、ユングさんを仲間にする場合のフラグもこちらのルートのみとなっています。ということで、今回はこちらのルートを進む予定です。それではある意味今回の本題。ポセイダルルートと DC ルートです。まずはそれぞれの違いから見ていきましょう。まずポセイダルルートですが、ウィングチームが再度仲間になってくれます。主人公なのに片方のルートでしか仲間にならないっていう。それと、キャブレイト9段階改造済みバッシュが手に入ります。集中魂持ちなので、非常に強いパイロットですね。また、クエスがサザビーとヤクト動画を持ってきてくれます。ファンネルは使えませんが、メガ粒子砲を持ってるので便利な機体です。
その他、ゲスト3将軍と真正面から戦う必要があったり、ラスボスがまだマシだったりするルートです。次に DC ルートですが、ハマーン様が仲間になります。噂のデレハマーン様です。なお、シャアで説得してないので仲間にできません。悲しさしかない。そして、ガトーさんが仲間になります。こちらも集中魂が使える非常に優秀なパイロットです。またの AG か GP02 が手に入ります。謎に限界が低いけどそれなりに優秀なノイエジールか、最強マップ兵器の GP2 かの選択です。その他、こちらではゲスト3将軍の離反イベントがあったりしますが、ラスボスがエグいです。ちなみにデュオとウーフェイに関しては最終ステージで仲間になるので、いないのとほぼ同じです。ということでこの2つのルートですが、どっちもやります。まあ片方だけじゃ消化不良だし、ね。ただし、一応最初はポセイダルルートからやろうかと思ってます。そもそもラスボスに勝てんのか状態なので。ちなみに補足事項ですが、ポセイダルルートではとある機体が手に入ります。そう、この人です。ウィング系は機体は強いのにパイロットが弱いと勘違いされる諸悪の根源ですね。ちなみにこの人との性能差を比較すると、こんな感じです。真面目に意味のわからない性能ですね。運動性が55も高いのが意味不明ですが、それ以上に強化パーツ装備枠が増えてるのが意味わかりませんね。なんで増やした？ちなみに運動性が50違うのがどういうことを表すのかというと、スパロボ F 完結編でのニュータイプ補正での最高値がプラス43とのことなので、ニュータイプレベル12ぐらいの特殊技能を手に入れたヒーローと思っていただいて結構です。本当に意味がわからない性能です。ということで、ウィングゼロエンドレスワルツ版、元ウィングゼロカスタムのことを説明してきましたが、もうお分かりでしょう。使いません。というかこれ使っちゃうと一人でなんとかできちゃいますし。ぶっちゃけゲスト3将軍もバランシュナイルも一人でなんとかし始めるので、さすがに。ということで、話が長くなりましたがまとめです。地上、宇宙ルートに関しては宇宙ルートを進みます。地上ルートはやったとしてもおまけかい。DC、ポセイダルルートは両方やります。最初はポセイダルルートから、ウィングガンダムゼロカスタムは縛り対象。という形で今後進めていきたいと思います。ご了承ください。長くなりましたが、これで今後のルート分岐についてはおしまいです。それでは。まだ終わらんよ。ということで、まだ終わりません。データ確認、やっていきましょう。トップバッターは機動戦士ゼータガンダムから、エマシーン。相変わらず集中が便利なエマさん。魂がない火力不足は続きますが、2回行動までもう少し。機動戦士ガンダム WOH3 スターダストメモリーから、ジャック・キース。キースがここまで活躍するとか誰が予想したのか。しかしこれから先は宇宙。またキース冬の時代突入か。機動戦士ガンダム F91 から、ビルギット・ピリオ。相変わらずの挑発要員。挑発が必須すぎて精神ポイントをそっちに取られてしまうので、戦闘に精神を回せないのがたまに傷。機動戦士ガンダムから、スレッダーロー。集中のないエマさんって感じの性能。多分ここまでよりもこれから先の方が活躍の場が多そう。機動戦士ガンダム WOH3 スターダストメモリーから、コウラキ。もはや奇跡の男。今後は命中率よりも火力が必要になる戦場になるので、もっと出番は増えるか。もっと早く2回行動しろ。機動戦士ガンダム WOH、ポケットの中の戦争から、クリスチーナ・マッケンジー。相変わらず集中ひらめきで何でもできる優秀さ。復活はいつか使うのだろうか。機動戦士ガンダム WOH、ポケットの中の戦争から、バーナード・ワイズマン。もはや語ることはない。今後ともいつも通りよろしく頼む。重戦機エルガイムから、ラバマイロード。相変わらずのこの縛りの主人公。まだまだ頼りにします。重戦機エルガイムから、リリス・ファウ。相変わらず幸運覚醒要員。ラバが2回行動し始めたら何使うか。
新機動戦機ガンダムウィングから、カトルラバーバウィナー。幸運が本当にありがたい。多分この縛りプレイで一番出番が増えた人だと思います。重戦機エルガイムから、ファンネリアーム。回避限界超えてるのは気にしてはいけない。変わらず幸運が便利だけど、この先どんどん戦闘は厳しくなってきそう。激励要因になりそうな予感。重戦機エルガイムから、ガウハレッシー。魂も覚えて火力もバッチリ。あとはヌーベルディザードの HP と運動性と走行と限界と攻撃力と射程さえ強くなれば。新機動戦機ガンダムウィングから、ヒーロユイ。攻撃おとりなんでもござれでほんと強かった。早くゼロ持って帰ってきてくれ。新機動戦機ガンダムウィングから、トロワバートン。ごめん多分ウィングチームで一番影薄い。でもお前のせいじゃないから。原因はヘビーアームズだから。新機動戦機ガンダムウィングから、デュオマックスウェル。デスサイズが優秀すぎて優遇っぷりがすごい。水中から離れたくない。重戦機エルガイムから、ミラウキョウ。さすがに戦闘が厳しくなってきた。あと何話の命になるだろうか。聖戦士ダンバインから、エレハンム。必中オーラの馬砲ほんと強い。そしてサイドウはこの縛りでは欠かせない重要な精神コマンドです。聖戦士ダンバインから、ジャムファウ。幸運激励要因。宇宙に行ったらさすがに激励がメインになるかな。いい加減勝手にショーについていくのやめてくれ。機動部東電 G ガンダムから、シュバルツブルーダー。最強。このまま仲間になってくれ。無理、はははやだな。機動部東電 G ガンダムから、レイン・ミカムラ。必殺必中だった。対オーラバトラーキラーとしてのレインさんを忘れることはもうない。機動戦士ガンダム、逆襲のシャアから、ブライトノア。相変わらず出番なし。宇宙編限りの出番でしょう。聖戦士ダンバインから、シーラ・ラファーナ。相変わらず出番なしその2。多分次のステージが最初で最後の見せ場。以上で使用可能パイロットたちの紹介を終わるぜ。さすがにコウさんアムロさんより強くなりました。レベル差38あって弱かったら大問題ですよ。ということで続けてユニット編行きましょう。完結編で出番のあったユニットのみ紹介するぞ。HP 順なのでまずは戦艦から。出番のないグランガランさん。もちろん無改造です。まあ当たり前ですね。最強戦艦ゴラオン。F の頃みたいに狙われるわけじゃないので、オーラの馬砲以外は無改造です。相変わらず出番なしその2、ネイル・アガマ。トロイホースの頃の名残が少し残ってるだけですね。もはや何もうまい。GP03 デンドロビウム。実はもうエネルギー以外はフル改造済み。限界超えるのちょっと怖い。ちなみにほとんど見ないけどステーメンの性能はこんな感じ。これで走行と運動性フル改造なんだから、やってられません。必殺必中ライジングガンダム。だからって弾3発を許すわけじゃない。改造はさすがに控えめに。もし地上ルート行くならエネルギー以外フル改造します。マイクロミサイルしか撃ってない人、マジで運動性ただのいじめだろう。これで運動性フル改造で運動性強化パーツ装備してるってマジ。一番化けた機体、サンドロック。対ビームコーティング装備でティターンズに単身立ち向かっていったサンドロックの頼もしさたるや。燃費最強機体ウィングガンダム。あの威力をエネルギー消費銃で撃てるのは素晴らしい。バスターライフル3発設定はマック兵器でいってます。海適正 A 最強デスサイズ。しかしなんでこいつだけ他のウィング機体より運動性が20も高いのか。いくらなんでも謎である。予想以上に強かったダブルゼータガンダム。ハイメガキャノン以外もしっかり戦えました。でも一番のびっくりポイントはビルギットハイメガキャノン。まだまだ現役ゼータガンダム。火力云々や運動性云々よりも走行の低さから集中攻撃されるのがきつい。相変わらずの修理装置メタス。早く2回行動修理がしたいです。便利すぎる壁薬入ガンダム。
正直無改造でこんな戦えると思ってなかった。サイコさんエルガイム。まだまだ出番は続く。でもそろそろ限界とか色々厳しくなってきてます。チェオチャレンジの代名詞と化したカルバリーテンプル。未だになんでレッシーがこの機体乗ってたのかなぞ。完結編らしい性能のモビルスーツビギナギナ。限界なんて改造する必要はない。いいね。実は機体性能はそこまで高くないスピーゲル。こいつももし地上ルート行くなら余裕のフル改造。相変わらず最強レベルの機体 F91。実は運動性ウィングゼロと同じなんです。手に入るの完結編の1はなんですけど。もはや見慣れた主人公機体エルガイムマーク2。10段階改造早く。いろんな性能が足りてないことで有名なヌーベルディザード。HP と運動性と走行と限界と攻撃力と射程にテこ入れすれば強くなるさ。宇宙適正 B のキースの重り用スーパーガンダム。F 終盤から完結編序盤の宇宙ステージではお世話になりました。ということで機体性能のまとめは以上だ。武器はめんどくさいし見にくいので割愛。普段使ってる武器はだいたい5段階改造済みです。最後に強化パーツをちらっと見ていくぞ。限界数の9個になってるのがどれだけあるのか。ブースター、バイオセンサー、マグネットコーティングはすでに限界個数です。サイコフレーム以外は個数必要ないので、サイコフレームくれ。ビショット参加モン。こちらもほとんど9個です。ファジマとミノクラと高性能レーダーだけですね。レア強化パーツだけだった。同様に、レア強化パーツもっとよこせ。ということで以上で終わりたいと思います。ここまで、ご視聴ありがとうございました。